人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。おのおのの人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事塞翁が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てします未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。スキー中の遭難は雪山での活動に伴うリスクの一つです。特にバックカントリースキーやリゾートエリア外でのスキーでは、突発的な天候の変化、雪崩、迷子、装備の故障や怪我が原因となって遭難が発生することがあります。山岳地帯や遠隔地では救助が遅れる可能性があり、サバイバル技術や冷静な判断力が生死を分けることになります。1、スキー中の遭難とは？スキー中の遭難とは、スキーヤーが予期せぬ事態により目的地にたどり着けず、山中で孤立する状況を指します。遭難の主な原因としては以下のようなものが挙げられます。天候の急変。山岳地帯では天候が突然悪化することがあります。視界が遮られ、進路を見失うケースや、強風や吹雪によって移動が困難になることがあります。雪崩。バックカントリーエリアや雪の多い地域では雪崩のリスクが高く、雪崩に巻き込まれた場合は埋もれたり怪我をしたりして動けなくなることがあります。道に迷う広大な雪山では明確な目印がなく、スキーヤーが道を見失うことがあります。また GPS や地図がうまく機能しない場合もありえます。装備の故障や怪我。スキー中に怪我をしたり、スキー用具が破損したりすると移動が困難になり、救助を待たなければならない状況が発生します。このような状況下で生き残るためには、まず冷静になることが重要です。次に、体温の保持、水分と食料の確保、救助を呼ぶためのシグナル発信が最優先事項です。自然環境下での遭難は、精神的にも身体的にも大きなストレスを伴いますが、適切な準備と対応があれば危険を回避し生還する可能性が高まります。2、世界各地で起きた有名なスキー遭難事例。事例1、スイスアルプス山脈の雪崩。2018年、スイスのアルプス山脈でバックカントリースキーをしていたイギリス人のスキーヤーが雪崩に巻き込まれました。彼はエアバッグ式の雪崩対策装備を持っていたため埋没することは避けられましたが、救助が来るまで数時間にわたって雪中で耐えることを余儀なくされました。彼の持っていた装備と冷静な判断が命を救いました。事例2、日本長野県の猛吹雪。2007年、長野県でスキーをしていた4人のグループが突然の猛吹雪に見舞われ山中で遭難しました。無線通信が途絶え、道に迷った彼らは48時間以上を山中で過ごしました。彼らは防寒具を使い体温を維持し、持っていた非常食を分け合ってしのぎました。最終的に救助隊により無事発見されましたが、低体温症で数名が治療を受けました。事例3、アメリカコロラド州の雪崩。2016年、コロラド州のロッキー山脈でスキーをしていた3人のスキーヤーが雪崩に巻き込まれました。この中で唯一生き残ったスキーヤーは雪崩ビーコンを持っていたため、救助隊が位置を特定し72時間後に発見されました。彼はぼんぼりを掘り、体温を持ちながら水と食料を慎重に管理し、過酷な環境に耐えました。3、生き延びた人々のエピソード。1、エピソード1、20代男性スキーヤー遭難期間24時間。オーストリアの山岳地帯で20代の男性スキーヤーが遭難しました。彼は雪崩に巻き込まれ1日間孤立しましたが、
発煙筒を使い救助隊にシグナルを送り、無事に救出されました。持ち物には最小限の非常食と水があり、彼は風を避けるために自然の地形を利用して体温を維持しました。2、エピソード2、30代女性スキーヤー遭難期間2日間。30代の女性スキーヤーがカナダのブリティッシュコロンビア州で雪崩に巻き込まれました。彼女は雪崩から脱出したものの、2日間孤立したままでした。持っていた非常食を管理し、雪を溶かして水を確保し、最終的に無線機で救助隊と連絡が取れ、救出されました。3、エピソード3、40代男性登山家遭難期間3日間。40代の男性登山家がフランスのモンブランでスキー中に道を見失い、3日間孤立しました。彼はぼんぼりを掘り、少量の食料で生き延びました。救助隊が発見するまで、地形をうまく活用しながら風を避け、体温を持ちました。4、エピソード4、50代男性スキーヤー遭難期間4日間。アラスカで50代の男性スキーヤーが視界不良の中で道を見失い、4日間雪山でサバイバルを強いられました。彼は持っていた非常用の装備を活用し、救助が到着するまで耐えました。彼の成功要因は、防寒具の正しい使用とぼんぼりによる体温保持でした。5、エピソード5、60代女性スキーヤー遭難期間5日間。北欧の山岳地帯でスキーをしていた60代の女性が遭難し、5日間をぼんぼりで過ごしました。非常食と水を慎重に管理し、体力を消耗しないよう注意しながら救助を待ちました。彼女は火を起こすことにも成功し、救助隊に発見されました。6、エピソード6、30代男性アスリート遭難期間6日間。30代の男性アスリートがアルプス山脈で遭難し、6日間を山中で過ごしました。彼はスキージャケットとスノーブーツで寒さに耐え、雪を溶かして飲料水を確保しました。救助隊が到着した時彼は脱水症状でしたが、無事生還しました。7、エピソード7、家族遭難期間7日間。スウェーデンの山岳地帯でスキーを楽しんでいた家族が猛吹雪に遭遇し、山中で迷子になりました。家族全員が協力してシェルターを作り、持っていた食料を分け合って7日間を乗り切りました。救助隊が発見した時、全員が体力を保ち、無事に救出されました。4、事象を克服する技術と方法。1、ぼんぼりを掘る技術。ぼんぼりを掘ることで風や寒さを防ぎ、体温を保持することができます。ぼんぼりはシェルターとして非常に効果的で、雪崩が起きた際にも身を守ることができます。2、非常食の管理。長期間の遭難では、食料の管理が非常に重要です。少量ずつ摂取し、必要なエネルギーを確保するために、チョコレートやナッツなど、高カロリーの非常食を持ち運ぶことが推奨されます。3、体温保持。スキーウェアや防寒具を正しく着用し、体温を維持することが重要です。また、火を起こす技術を持っていれば、寒さをしのぐことができます。4、視覚的シグナル。発煙筒や色の目立つ布など、視覚的に救助隊に自分の位置を知らせることが重要です。接戦では特に広い視界が確保されているため、視覚的シグナルは効果的です。5、雪崩ビーコンの使用。雪崩地域でのスキーでは、雪崩ビーコンを常に作動させておくことが推奨されます。これにより、雪崩に巻き込まれた際に自分の位置を知らせ、救助が早まる可能性があります。6、冷静さを保つこと。遭難時に最も重要なのは冷静さです。パニックに陥ると適切な判断ができなくなり、体力の消耗を招きます。精神的な安定を保つことで、サバイバルの確率が上がります。5、ユニークな提案。1、ドローンによる捜索支援。ポータブルドローンを携行し、遭難時に上空から周囲の状況を確認し、位置情報を送信することができれば、救助が早まる可能性があります。2、加熱機能付きスキーウェア。加熱機能付きのスキーウェアを使用することで、体温を保持し、
低体温症を防ぐことができます。最新の技術を活用した装備が命を救う手助けとなります。3. ポータブルエアバッグシステム。雪崩に巻き込まれるリスクがあるエリアでは、ポータブルエアバッグシステムを搭載したリュックサックを使用することで、雪崩に巻き込まれた際に浮力を得て生存率が上がります。6. 励ましと具体的なアドバイス。スキー中に遭難するという状況は非常に恐ろしいものです。しかし、冷静に対応し、適切な行動をとれば生き延びることができます。まずは焦らずに状況を把握し、次に体温を保つためのシェルターを確保しましょう。そして、食料と水を慎重に管理し、シグナルを使って救助を待ちます。必ず助けは来ます。あなたが持っている知識と技術を信じて、最後まで希望を捨てないでください。4. 事象を克服する技術と方法続き。7. 飲み水の確保。山岳地帯や雪山では、雪を溶かして飲み水を確保することが一般的ですが、雪を直接食べることは避けましょう。雪は体温を急激に下げるため、低体温症のリスクが高まります。雪を少量ずつ溶かし、飲み水として使用するのが安全です。また、携帯用浄水器や煮沸によって水を浄化することで、衛生的に安心な水を確保できます。8. 雪崩のリスクを回避する技術。雪崩の危険があるエリアでは、リスクを最小限に抑えるための技術が重要です。雪崩発生の兆候を見極め、雪崩が起こりそうな斜面は避けるようにしましょう。また、バックカントリーや雪崩リスクのある場所では、必ず雪崩ビーコンやプローブを装備し、グループで行動する場合はお互いの位置を確認し合うことが重要です。9. セルフケアと体力管理。遭難時には体力を無駄に消耗しないことが重要です。特に長期的なサバイバルが予測される場合は、無理な行動を控え、エネルギーを節約することがポイントです。体温を維持するために適切な食事と水分摂取が欠かせません。また、精神的にもストレスがかかる状況下では、冷静さを保つために休息を取りながら行動することが重要です。10. 救助を早めるための音のシグナル。接戦では声で救助を呼ぶことが困難な場合があります。音が吸収されやすいため、ホイッスルやサバイバルホイッスルを使って遠くまで音を届かせることが有効です。救助隊が接近している可能性がある場合には、音によるシグナルで自分の位置を知らせることが生還の鍵となります。11. GPS デバイスと通信機器。山岳地帯やスキーリゾートでは、携帯電話の電波が届かないことが多く、通信手段が限られます。そのため、GPS デバイスや衛星通信機器を使用することで、位置を特定して救助を呼ぶことができます。特に、リアルタイムで位置情報を発信できる機器は、迅速な救助につながります。事前にこれらの機器を準備しておくことが非常に重要です。5. ユニークな提案。1. 折りたたみ式ポータブルスノーシェルター。接戦で遭難した際、迅速に設置できる折りたたみ式のスノーシェルターを携行することで、即座にシェルターを確保し、風雪から身を守ることができます。簡単に設置でき、軽量でコンパクトに収納できるため、バックカントリースキーや長時間のスキー旅行に適しています。2. スキーウェア内蔵型の SOS ライト。スキーウェアに内蔵された SOS ライトは、視界の悪い状況や暗闇で救助隊に自分の位置を知らせるために効果的です。このライトは、雪山でのシグナルとして、また自分が迷子になった場合にも役立ちます。自動的に SOS パターンで点滅するため、手動での操作が難しい状況でも使いやすいのが利点です。3. 体温保持用の加熱ポケット。スキーウェアに内蔵された加熱機能付きのポケットを持つことで、手や足の指先が冷えて凍傷になるリスクを軽減できます。加熱ポケットは USB 充電式で、特に手袋や靴の中に装着できるように設計されています。寒冷地での遭難時に体温を維持しながら長時間耐えるための重要なツールです。6.
励ましと具体的なアドバイス。スキー中に遭難するという経験は誰にとっても恐ろしいものですが、最も重要なのは冷静さを保ち、正しい行動をとることです。過去の遭難者たちが示しているように、適切な準備と行動があれば、どれほど過酷な状況でも生き延びることが可能です。まずは自分の位置を確認し、安全な場所でシェルターを作ることが最優先です。その後、体温を維持し、水分を確保しながら救助隊の到着を待ちます。人生はサバイバルです。困難に直面した時、自分の強さを信じ、冷静に行動すれば必ず乗り越えられます。あなたが今持っている知識と準備が危機を乗り越える力になります。どんな状況でも助けは必ずやってきます。最後まで希望を持ち続け、必ず生き延びてください。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。また、次に紹介してほしいサバイバルの知識や、こんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければ、さらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録と高評価、また実際にこの動画、人生はサバイバルを見ての感想をコメント欄へお願いします。人生はサバイバルでした。では、また次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。